オーストラリアで FSD のテストがついに開始されました。右ハンドル市場でのテスト走行が何を意味するのか。さらにギガベルリンでは FSD を使った無人運転テストがスタートしています。これが工場内の効率化とコスト削減にどのように影響するのか、そして最後に最近のテスラの株価の上昇の背景について、ロボタクシー計画やリース車両の再販戦略、これがどのように株価を押し上げているのかを分析していきます。おはようございます。ケンです。今日もテスラの最新情報をお届けしていきます。それでは早速見ていきましょう。まず最初のニュースです。テスラはオーストラリアのメルボルンで初めて右ハンドル車両による FSD のテスト走行を行いました。これまでテスラの FSD はアメリカ市場を中心に展開されてきましたが、今回は初めてオーストラリアという右ハンドル市場でのテストが行われました。ではなぜオーストラリアなのか、そこには大きな狙いがあります。オーストラリア市場は右ハンドル車両が主流です。ここでの成功は日本やイギリス、インドなど他の右ハンドル市場への展開にもつながる可能性があります。つまり FSD のグローバル展開のテストケースとしての役割を果たそうとしているということになります。今回のテスト走行ではフックターンと呼ばれる特殊な運転操作が行われました。フックターンっていうのは右折をするときに一度左車線に寄ってから交差点内で待機し、トラムの通行を妨げないように右折を完了させるっていうオーストラリア特有の運転方法のようです。この複雑な操作を FSD がどのように対応したのか、その結果はこの映像で確認することができます。テスラは FSD がカメラベースのビジョンシステムでこれを正確に実行できることをアピールしています。では、このテスト走行が成功した場合、何が変わっていくのでしょうか。まず、オーストラリア市場での FSD の販売が現実味を帯びてきます。そして、日本やイギリスなど他の右ハンドル市場でも同様のテストが行われる可能性が高まります。FSD の進展はテスラオーナーにとって運転の安全性を高めるだけではなく、テスラのブランド価値をさらに高めることにもつながります。さらに投資家にとってもテスラがグローバル市場でのシェア拡大を狙っているというメッセージにもなります。ここ最近いろいろな国でテスト走行が始まっていますけれども、ぜひ日本でもテスト走行をしてほしいなと思います。はい、では続いてのニュースです。テスラのギガファクトリーベルリンで FSD を活用した無人運転テストが行われていることが確認されました。これまでテスラの FSD は公道での自動運転に注目が集まっていましたが、今回は工場内での無人運転です。製造現場での無人運転っていうのは一体何を目的としているのでしょうか。まずこのテスト走行の映像はテスラの動向を追うトビアン・リンドさんによって撮影されました。映像ではモデル Y が無人で工場内を移動している様子が確認できているようです。少しちょっと分かりにくいなと思ったんですけれども、無人で運転しているようです。運転席には誰もおらず、完全に FSD システムによって制御されています。これはすでにアメリカの工場でも行われています。これがベルリンでも行われるようになったということになります。ではなぜテスラは工場内で無人運転を行っているのか。それは製造プロセスの効率化とコスト削減が狙いです。例えば工場内での車両移動は通常人が運転して行います。しかし FSD を活用すればこの作業を完全に自動化できます。これにより人件費が削減されるだけではなく、車両の移動時間も最適化されます。アメリカで行われていたこの機能がベルリンでも見られたということは、中国でももしかしたら行われているかもしれません。さらにこの無人運転テストはテスラが FSD 技術をどれだけ正確に制御できるかを証明する場でもあります。工場内での無人運転が安定して実行できれば、将来的にロボタクシーの完全無人運転にもつながるかもしれません。では、この動きがテスラオーナーや投資家にとって何を意味するのか。FSD の技術が工場内での無人運転にまで拡大できれば、テスラのブランド力はさらに高まっていくと思います。また、効率化によるコスト削減が実現できれば、最終的にはテスラ社の価格にも影響を与える可能性があります。つまり、
投資家にとっては FSD が単なるドライバーアシスト機能にとどまらず、収益を生むシステムとして成長する可能性が高まったということにもつながっていくと思います。では最後のニュースです。最近テスラの株価が急上昇しています。その背景にはいくつかの戦略的な動きがあります。まず注目すべきはロボタクシー計画の進展です。テスラは2025年6月にテキサス州オースティンでロボタクシーサービスの開始を予定しています。これはイーロン・マスクさんが以前から掲げてきた完全自動運転によるライドシェアサービスの第一歩となります。では、このロボタクシー計画がどのように株価に影響を与えていくのか、それは新たな収益源の確立にあります。テスラが自社車両をロボタクシーとして運用すれば、車両の販売だけではなく、ライドシェアサービスによる安定的な収益を見込めるようになります。ただし、現時点でのロボタクシーの商業運用が正式にスタートしているわけではありません。これはあくまで予想段階です。つまり、投資家の期待感が先行している状態とも言えます。では次に、リース車両の再販戦略についてです。以前テスラはリース終了後の車両をロボタクシーとして使用する方針を打ち出していました。しかし2023年11月にその方針を撤回、リース車両を再販する戦略に切り替えていたんです。この再販戦略の背景には、リース車両の市場価値が下がるリスクがあります。再販することでキャッシュフローを確保しつつ、在庫リスクを軽減する狙いがあります。さらにこの動きは短期的な収益の確保にもつながります。投資家の視点では、これらの戦略がテスラの収益基盤を安定させる要因と捉えられています。ロボタクシー計画が本格化すれば、新たな収益モデルが構築される可能性が高まりますし、リース車両の再販による短期収益の確保も魅力的です。ただし一方で注意が必要なのは、ロボタクシー計画が予定通りに進まなかった場合のリスクです。特に完全自動運転の技術的な進展が遅れれば、市場の期待感が反転し、株価の調整局面に入る可能性もあります。今回の株価の上昇っていうのが、一時的なものなのか、それとも持続可能な成長の兆しなのか、その判断は今後のロボタクシー計画の進展に大きく依存していると言えると思います。以上がテスラの株価の上昇の背景についての解説です。今回のニュースを通じて、テスラが収益構造をどのように変えようとしているのかっていうのが見えてきたのではないでしょうか。今回の動画ではテスラの最新ニュースを通じてオーストラリアでの FSD のテスト、ギガベルリンでの無人運転テスト、そしてテスラ株価の急上昇の背景について解説をしてきました。オーストラリアでの FSD テストは右ハンドル市場への進出の第一歩です。これが成功すれば日本やイギリスへの展開も現実味を帯びてきます。そしてギガベルリンでの無人運転テストは製造現場での効率化とコスト削減につながる重要な動きです。これが他の工場にも展開されれば、テスラの製造コストがさらに下がる可能性があります。最後にロボタクシー計画やリース車両の再販戦略が投資家にとって新たな収益源として注目されています。今後の進展によっては株価がさらに上昇する可能性がありますが、その一方で FSD の進展が遅れるリスクも見逃せません。皆さんは今日の内容どう思われましたか？テスラのロボタクシー計画についてどう思っていらっしゃいますか？コメントでぜひ教えていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日は上昇し、現在347ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。昨日の22時よりテスラのシェアカーであるボクシブシェアの博多がオープンしました。この博多での管理は僕の方がさせてもらっています。ぜひ福岡に来られた際にはボクシブシェアを利用されてください。僕の方がトシさんにお願いして 15% オフになるクーポンを発行してもらいました。
クーポンコードは概要欄に記載していますので、ぜひ使われてみてください。今後僕の方もボクシブシェアをもっと広めていくための活動をしていきたいと思っています。X などでも情報発信をしていますので、ぜひ X のフォロー並びにボクシブシェアの拡散っていうのをね、お願いしたいなと思います。ぜひ皆さん旅行に行かれたり出張された際にはボクシブシェアの活用っていうのをされてみてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。